住友林業の住宅展示場に実際に足を運び話を聞きました。この動画を見るだけで住友林業の家づくりがわかりますので、ぜひご覧ください。こんにちは、よちログのよっちです。今日は住友林業の徹底解説です。動画の目次はこんな感じです。まずは住友林業ってどんな会社というところから見ていきましょう。会社名は住友林業株式会社。社名の通り林業の会社です。大手ハウスメーカーですが、もともとは林業を営んでおり、なんと創業は1691年、元禄4年、江戸時代です。最初は木を植えて育てて、その木を焚き木と炭にして売るということをしていました。現在は家や建材を作っています。そして総面積47,967ヘクタール、日本の国土の約800分の1に相当する社有林を管理しています。年間の戸建て住宅販売戸数は約7700戸あります。日本全国、沖縄以外で住宅の販売をしています。そして建物の構造はビッグフレーム工法という独自開発をした木質張りがちラーメン構造を採用しています。これは後で詳しく解説します。特徴はとにかく木です。木を知り尽くした住友林業だからこそ圧倒的な木造建築の技術開発ができ、自然と調和する最高の木造住宅が作れます。木を使った技術開発の凄さ、それは後の後方でもお伝えしますが、まずはこれを見てください。住友林業が創業350周年を迎える2041年を目標に、高さ350メートルの木造超高層建築物を建てるという W350 計画という構想です。これは2041年を目標に高さ350メートルの木造超高層建築物を実現するというものです。高さ350メートルで階数は地上70階ですよ。現在日本一高いビルのアベノハルカスが300メーター、東京タワーが333メーターなので、それよりも高い建物を木造で作るという計画になります。こんな計画ができるのも住友林業が創業から300年以上かけて林業を営み、木と向き合い技術開発を行ってきたからなんです。こんな建物が東京のビル群のど真ん中に建ったら感動しますよね。ぜひこの計画を実行してほしいです。では住友林業がどれほど木にこだわり素晴らしい家を作っているのか見ていきましょう。まずはいつも通り会社のキャッチコピーです。キャッチコピーはその会社が伝えたいメッセージがストレートに書いてありますので、これを見ればどんな家を作っているかわかります。住友林業のキャッチコピーは木と生きる幸福。これはブランドメッセージとしてホームページに掲載がされています。住友林業に興味がある人はこれを一度は読んでほしいです。特にこの部分、木に囲まれた日々を送ることで人の目も心もどれほど癒され救われていることでしょうか。確かに森や公園など木に囲まれているところに行くと安心したり気持ちよくなったり癒されますよね。住友林業の家はこのメッセージ通り木に囲まれながら暮らせる、住むだけで癒されるような家を建てています。住友林業の保有している社有林は東京23区の約 75% の面積です。これだけの木を管理して木を大切にしているからこそ、木の良さを最大限まで生かした家を作ることができています。住友林業はとにかく木です。その凄さを解説していきます。まずは構造です。耐震性と開放感を両立させる住友林業独自のビッグフレーム工法です。住友林業の構造はビッグフレーム工法と言います。住宅では特殊な木質張りがちラーメン構造という構造の家です。木造住宅で一般的な木造軸組工法では、柱と梁と筋交いの3つで建物を支えます。梁は柱と柱の上部をつなぐ横向きの木材です。筋交いというのは柱と柱の間に斜めにかけてある木材のことを言います。住友林業のビッグフレーム工法は柱と梁のみで筋交いを使わずに建てる構造です。筋交いがなぜ必要ないかというと、ビッグフレーム工法の主要構造材には一般的な105ミリ角の柱の約5倍もある560ミリ幅のビッグコラム、大断面修正柱というものを使用しているからです。このビッグコラムという柱を多く使用することで筋交いが不要な構造になっています。このビッグフレーム工法の特徴は何といっても開口部を大きく取れるということです。木造軸組工法の場合は構造上どうしても筋交いが必要になってしまうので、このように開口部が狭くなってしまいます。これは 2x4 などの枠組み壁工法でも同じです。 2x4 の場合は筋交いの代わりに壁が出てきますので、同じく開口部を大きく取ることはできません。木造軸組工法や
またラーメン構造の場合は柱を1階から最上階まで同じ位置に通す通し柱が必要ですが、住友林業のビッグフレーム工法は張りがちラーメン構造といって通し柱が不要です。なので間取りの自由度が非常に高くなります。開口部も大きく取れて間取りの自由度も高いって注文住宅なら絶対成し遂げたいことですけど、実は構造の制限でできないことが多いんですよね。なので住友林業のビッグフレーム工法は本当の意味での自由設計ができるんです。嬉しいですよね。ちなみに住友林業のビッグフレーム工法は3階建て4階建ての住宅も建築可能です。都市部に家を建てたいという方にも対応しています。では次はこの構造を生かした本当の自由設計というところを見ていきましょう。自由設計で家を建てると言っているハウスメーカーは多くありますが、実は構造による制約はかなりあります。住友林業はビッグフレーム工法だからこそ本当に自由度の高い設計ができます。この工法だからこそ非常に大きな開口部を取ることができ、最大 7.1 メーターの大開口の窓を作ることができます。やっぱり窓の大きさで家の明るさは大きく変わるんですよね。これだけ自由度が高く開口を作れるという選択肢を持てるのは嬉しいですよね。また天井も高くすることができ、開放感の高い贅沢な空間が作れます。展示場に行くと見ることができますが、天井が高いからこそ天井付近に間接照明の設置もできます。間接照明を入れることでぐっと雰囲気が引き締まり、人を呼びたくなるおしゃれな空間になりますよね。またビッグフレーム工法では多くのドアを戸袋に引き込むタイプの引き戸にすることも可能です。枠組み壁工法や木造軸組工法では至るところに構造上必要な耐力壁を作らなければなりません。上の図のように通常は壁の外側に引き戸をつけることになり、部屋や廊下のスペースが引き戸の分だけ狭くなったり、その部分に物を置けなくなります。しかし住友林業の場合は下の図のように構造上影響のない間仕切り壁が多くなりますので、壁台に引き戸を入れることができます。それによりスペースを大きく取ることも可能ですし、見た目がすっきりと美しくなります。住友林業の家はこれまで話したように自由度が高すぎるので悩むことも多くなります。そんな方のために住友林業では間取りシミュレーション1000という会員ページを用意しています。そこでは玄関の方向や階数、延べ床面積などに応じて間取りを検索して選べるようになっています。間取りは土地の形状によって大きく変わってきます。なので土地を探している人は気に入った土地が見つかったら土地に合わせて玄関の方向を選んだりして間取りを調べることができます。土地を見つけるたびに設計士に相談をするのもかなり時間や体力を使うので、土地をネットで探してその土地に合わせた間取りも探して選べるということができるのは非常にいいです。次は内装です。こちらも自由設計に関わりますが、住友林業では世界三大名木となる最高の木材を内装材として選択することができるという特徴があります。住友林業の内装材は多くの種類の木材から選べます。部屋ごとに雰囲気を変えるなんてこともできるので、一つの住まいで多くの空間を楽しむなんてこともできます。簡単にテンポよく紹介します。まずは世界に誇る名木ジャパニーズオークです。奈良という種類の木で落ち着きのある木目や節、ナチュラルな色合いですが、自然の心地よさを感じる上質な風合いがあります。次は黄金の木マホガニー、世界三大名木の一つです。ブラウンの落ち着いた色合いと高級感あふれる上質な風合いがあります。世界的な建築や高級ブランドのブルガリのホテルのスイートルームにも使われる素材です。そして森の至宝ウォルナットです。こちらも世界三大名木の一つです。深い色合いが美しく落ち着きを与えてくれる色です。ヨーロッパではルネサンス時代から最高級の家具材としての地位を確立してきました。高級ホテルをはじめバーやレストラン、ショップなどでモダンな空間を演出するためにも使用されています。ちなみにウォルナットの実はくるみです。僕もくるみが大好きです。こちらも三大名木の一つ、木の宝石チークです。落ち着いた色合いを持つチークですが、重厚感を持ち気品あふれる優雅な雰囲気があります。箱根のリゾートホテル富士屋ホテル、そのメインダイニングルームのザ・富士屋の床にもチークが使われています。最高級ホテルタイの宮殿、そしてクイーンエリザベス2世号やアスカ2などの豪華客船にも使われています。
次は華麗なる木チェリー。桜の木の一つです。上質感のある優しい光沢と華やかな淡い赤みの色合い。華やかだけど安らぎも与えてくれる、そんな風合いです。ローマのオーディトリアム音楽公園という、コンサートに使われるヨーロッパ最大級の大きさを誇るメインホールでも内装にはチェリーが使われています。次は木の真珠メイプルです。樹液からメイプルシロップが作れるあのメイプルの木です。滑らかで白く絹のような光沢があり、ナチュラルで明るい雰囲気を作ることができます。このメープルの木はバイオリンの裏板や横板にも使われたりしています。また耐久性に優れていることから、ギターのネック、ピアノの外装フレームや弦を支えるコマにも使われています。最後は森の王オークです。木質感が非常に豊かでナチュラルでもあり風格のある雰囲気を作ることができます。オークの実はどんぐりです。ワインのコルクにも使われたりウイスキーを保存する樽にも使われる木です。ガウディの建築や家具にも使われる、細かな装飾も可能な木材です。このように住友林業では多くの種類の木材から自由に選ぶことができるので、これも木に命をかけている会社だからできることですね。他のハウスメーカーではこのように多くの素晴らしい木材を自由に使う設計はできません。そして価格です。住友林業は高級住宅というイメージがあるかもしれません。先ほど紹介した内装を見ると価格も高いのではないかと思いますが、実は暮らし方とセットで考えるとそんなことはないです。こちらは住友林業の契約金額の価格帯ごとの比率です。2000万円から4000万円の合計が 71.5% という比率です。とはいえ3000万円以上の比率も高いので、そんな家建てられないよと思うかもしれません。でもこれまでの解説を見ていただいたらわかると思いますが、この自由設計で木を感じられて森の中に住むような感覚になれる家を駅地下の狭くて高い土地に建てたいと思いますか？住友林業の家を建てるなら少し郊外で大きくて比較的安い土地に建てるのが最高の暮らしを作ってくれると思います。例えば土地と建物を含めた予算が5000万円の場合は35年の住宅ローンで月々の返済は約13万円、予算が4000万円の場合は月々10万4000円くらいになります。駅に近かったり都市部に近いと土地は狭くて高くなります。でも駅から少し歩く遠い場所だったり田舎なら広くて安い土地はたくさんあります。これからリモートワークがどんどん進んでいく中で、皆さんどちらに住みたいと思いますか？予算が少なくても郊外に行けば住友林業で自由に開放的な空間の家を作ることができます。そういう選択肢もこの時代はありだと思います。月々10から13万円でこの住友林業の家に住めると思えば、実は安い買い物ではないかなと思います。そして性能です。住友林業の家はもちろん標準性能も抜群に高いです。まず耐震性能です。住友林業は実際にビッグフレーム工法で家を建ててそれを揺らすという実験を行っています。日本での観測史上最大級の東日本大震災を超える揺れをクリアするという耐震性を誇っています。また熊本地震であったように強い地震の後に何度か強い余震が続いた場合の実験も行っており、その状況でも構造躯体の耐震性が維持されるという結果も出ています。またもちろん耐震等級3の取得も可能です。これまでお話しした開放感あふれるプランでも耐震性はしっかりしたものがあり安心です。そして次は断熱性能です。住友林業は360度トリプル断熱といって天井、壁、床を隙間なく断熱材で埋めています。また窓が多い住友林業の家では家の断熱性能もしっかりしたものがあります。アルゴンガス入りのローイ複層ガラスを使っており、熱の伝わり方を 80% 低減するというようなものになっています。なので断熱性能も非常に高く、断熱性能を表す UA 値も低くなっています。そしてもちろん断熱性能等級4も取得可能ですし、それ以上に高い断熱性能となっています。住友林業では全館空調システムもオプションで用意はしています。でもはっきり言って必要ないです。例えば一条工務店などの枠組み壁工法 2x4 や 2x6 の家のことです。こういう家では全館空調システムを標準搭載し、ものすごい売りにしています。ただ枠組み壁工法の家は
木材の合板の壁を多く使っているので、そもそも家の中に湿気がこもるという特性があります。湿気は壁の合板木材のところで止まって外に逃げませんので、湿気を取り除くために全館空調システムを必須にしなければカビが発生してしまう可能性が多くなります。住友林業のビッグフレーム工法の場合は壁が少なく湿気が外に出やすいです。しかも大開口があるので、窓を開けて外の空気を簡単に入れ替えることもできるので、人工的に風を入れる必要はなくて、普段の暮らしをしていれば自然の空気を窓から取り入れる快適な生活ができるようになっています。もちろん24時間換気システムはついていますので、常に家の中の空気は入れ替わるようになっています。ということで、今回は住友林業の家を徹底解説という動画を作りました。どうでしたか？めちゃくちゃいい家ですよね。建てたいです。林業から始まった木材への愛と理解、そしてビッグフレーム工法、これにより快適で開放感があり、性能も高い家を自由に作ることができています。これが住友林業の家づくりです。住友林業の家が少しでも気になった方は天井に行ってみてください。住友林業の天井は非常に素晴らしい空間になっています。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからも実際に天井に足を運び、調べた情報でハウスメーカーのいいところを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また気になることがあればぜひコメントもください。それではまた次の動画でお会いしましょう。